サイエンススターズダンゴムシの談合。企画撮影伊勢村守。編集小林弘和。ドラム演奏小林智弘。ダンゴムシの談合の場を覗いてみると、なあみんなビデオを見たか。アリっていうのは卵の白身より黄身の方が断然好きで、白身はほとんど巣に持って帰らないそうだ。へえ、俺はどっちでもいいけど、私もあまり好き嫌いはないわ。そうなの。僕はどっちかというと白身の方が好きだけどな。というわけでダンゴムシはどちらが好きか調べてみることに。ゆで卵の黄身を赤色蛍光色素106号で染め、白身を黄色蛍光色素リボフラビンで染めてダンゴムシのそばに置いた。その糞を集めて水を加えてかき混ぜ、水に溶け出した成分をペーパークロマトグラフィーという方法で分析することにした。果たして結果やいかに。しばらく待つと溶けやすい成分がたくさん移動する。ブラックライトを当ててみると、上の方に赤く見えるスポットが赤色蛍光色素、真ん中あたりの緑に見えるのが黄色蛍光色素。アリの実験ではリボフラビンの蛍光は黄色だったけれど、ここではブラックライトに含まれる青色光をロシが反射するのと、リボフラビンが水分に反応するので緑に見える。赤色の方が強いが両方見える。赤色の方がこの方法だと強く出ることが分かっている。ということは黄身も白身も食べている。でも染色に使った赤色と黄色の蛍光色素そのものに好き嫌いがあるかも。そこで今度は逆に黄身を黄色蛍光色素で白身を赤色蛍光色素で染めて与えた。今度も赤と緑の両方の色素が見える。どちらも食べているようだ。君が好きなアリとは違う。じゃあみんなさつまいもと大根のどちらが好き？というわけで今度はさつまいもを食用赤色色素食紅で、大根を食用青色色素で染めてみた。その逆でさつまいもを食用青色色素で、大根を食紅で染めてみた。1時間後、食紅で染めたさつまいも、また逆に青色で染めたさつまいもの方にダンゴムシがたくさん集まっている。でも食べたかどうか確かめたい。どうしよう。糞を見てみよう。食紅で染めたさつまいもと青色で染めた大根を一緒に置いて食べさせると赤い糞がたくさん見られる。一方青色に染めたさつまいもと食紅で染めた大根の組み合わせでは青い糞がたくさん見られる。ダンゴムシは大根よりさつまいもが好きだと言えそうだ。糞をペーパークロマトグラフィーで調べてみよう。食紅と青色色素は水だけでは溶け出さないので、薄い洗剤、界面活性剤とエタノールを含む水に溶かし、溶けた成分をペーパークロマトグラフィーに用いた。左側は食紅さつまいもと青色大根で赤が多く、右側は青色さつまいもと食紅大根で青が多く見られる。やはりさつまいもの方をよく食べたことがわかる。今度は蛍光色素を使ってみる。ペーパークロマトグラフィーの結果は、左側はさつまいもが黄色蛍光色素、大根が赤色蛍光色素。この場合は黄色蛍光色素の緑が強い。逆の染め方にしたのが右側で、赤色のさつまいもの方が強い。ダンゴムシはさつまいもの方が好きなことがわかるね。蛍光は感度が高いので1個の糞でも調べることができるんだ。黄色蛍光色素で染めたさつまいもと赤色蛍光色素で染めた大根を食べさせ、10個の糞を適当に選んで調べると大体は緑色で、さつまいもを好んで食べたことがわかる。さつまいもしか食べていない個体もいるけれど、赤色の大根も少しは食べている。たくさんのダンゴムシの糞を調べれば赤色の大根だけを食べる変わり者が見つかるかも。ところで人間は人参を酢につけてナマスとして食べるそうだけど、俺は酢は大嫌いだね。私もそうで、みんな嫌いだと思うけど。酢漬け食べるやつっているのかな。
では調べてみよう。人参の酢漬けを作って、さっきと同じように2種類の蛍光色素で染めて同時に置いて食べさせると、ペーパークロマトグラフィーで調べてみると、赤色蛍光色素で染めた普通の人参と黄色蛍光色素で染めた酢漬け人参を食べさせた場合は赤色が多い。黄色蛍光色素で染色した普通の人参と赤色の酢漬け人参の組み合わせでは黄色蛍光色素の緑が多い。圧倒的に普通の人参の方が好きだ。黄色蛍光色素で染めた普通の人参と赤色の酢漬け人参との組み合わせの場合、結果を少し詳しく見ると、上の方に赤みがかった傾向が見られ、酢漬け人参を食べたダンゴムシが少しいることがわかるよね。世の中には変わり者もいるというわけだ。まとめ。1、ペーパークロマトグラフィーは成分を分離できるので、成分の種類と量を知るいい方法だと分かった。2、アリは卵の黄身の方が好きで、白身はほとんど巣に持ち帰らないけれど、ダンゴムシはどちらも食べる。アリとダンゴムシの食物嗜好は異なることが分かった。3、ダンゴムシは大根よりもさつまいもが好きで、大根を食べないものもいる。4、多くのダンゴムシは巣が嫌いで、巣につけた人参は食べないが、中には酢漬けを食べるものもいる。みんなは好き嫌いがあるかな。できるだけいろいろなものを食べる方が体にいいよ。